こんにちは、和装家の池田です。今日はハンコについてお話します。はい、どうぞ。はい、お上の方でハンコをできるだけ省略するということで、良くも悪しくもハンコに注目が集まっています。なぜ日本だけハンコ文化になったんですか？教えていただけると幸いです。はい、まずね、ハンコの歴史なんですけどもね、メソポタミア文明ですね。だから中東ね、あっちの方で紀元前7000年ぐらいからメソポタミア文明の中で使われてて、それが中国から日本に入ってきて、日本はあれですよ、日本史で出てきた何だっけ、漢の和の名の刻印でね、五漢のそれこそ皇武っていう王様から送られたっていうのが出てきたでしょ。あれ福岡かなんかでね、あの頃から日本に入ってきて、で江戸時代になると一般の方も使うようになって、で明治になると登録制ですよ。今に至るんですけど、こういうふうにハンコを登録して、それがないと権利の証明ができないっていうのをいまだにしてるのは日本だけなんですって。だからこの質問の方の通り、本当に日本だけがもうハンコ文化なんですけども、じゃあなんでこうなったかって話なんですね。これ実はね、すごい難しい質問で書いてないんですよね。これ真剣にこういうことを考えた人ってなかなかいないみたいで、実はこの質問の時私すごい考えたんですね。もう今までで一番考えたんですよ。で結構まあ自分の意見になるかと思うんですけどね、まずね、消極的な理由が2つあると思うんですよ。日本やからハンコを使わざるを得んっていうのがねあってね、一つはね、考えたらね、日本ってね、文字ね、縦も横書きも両方使いません？日本人って器用な民族でね、本もだから、右から開くのもあれば左から開くのもあるでしょ。これってなかなかないと思うんですね。そしたらサインってね、馴染みにくいと思いません？ね、サインって要は横文字に合わせて横長のやったら今度縦にしたら不細工やし、合いませんやん。だからそれがやっぱり一つやと思うんですね。で両方に合うサインって難しいと思うんですよね。実際に私ね、漢字のサインなんですけど、向こうで銀行でね、違うって言われたことがあるんですよ。サインも結構難しくて、向こうの人ってだからちっちゃい時からね、同じ字が書けるように訓練するんですって。もうずーっとちっちゃい時からもう自分の形を作っちゃうんですって。日本人ってそういう習慣がないから、一回から結構字が違うでしょ、考えたら。そんな真剣に同じ字書きませんよ。だから自分の銀行やのにサイン出したら違うって言われて、お金下ろさへんかって、いやいやいや絶対自分やって言ってで見せてくれって言って見せてくれたら、あ、こういうふうに書いてるんで気分で違いますよ字体が、ああこの風ねって思ってカッと直したら、あ、オッケーって言われたけど、まあそれぐらいやっぱりサインっていうのもカチッとしたもんで、それが縦にも横にも似合う形のものを作り出すって意外と難しいと思うんですね。それが一つやし、それから日本人ってやっぱり和王と重んじるんで、いろんな人のこう合意がいるじゃないですか。要は倫理性ってやつです。だからいろんな人に OK もらわなあかんし、その時にサインって手間じゃないですか。それもあると思うんですね。だからやっぱハンコでポンポンポン、はい、OKOKOK、部長さんも課長さんも OKOK ってもらうのにハンコの方がいいかなと思って、これがまあ2つ消極的な理由で、あとね、積極的な理由が2つあると思ってね、1つがね、手肉で押すでしょ。あれってね、血板状につながりますね、日本の場合は。江戸時代にハンコがみんなに広まったと言いましたけども、手肉を使って赤い印っていうのは侍しか使えなかったんですよ。一般の人使えなかったんですよ。要はあれは中国では単に赤いからめでたいっていうので使い出したけど、日本に入ってきてあれにやっぱ切腹とか腹切りとか、要はその自分の思いを込めてるっていうのがさらに重なったと思うんですね。で血板上押すとかも言いますよね。そういう意味で実用押す時は本当に命がけで押せっていう言葉もあるぐらいで、実用は命かけて押せっていうぐらいに、やっぱりそのハンコイコール自分の思い、命をかけてでもこれは正しいんやって、これを権利を譲るんやっていう意思表示が重なってそういうふうに残ったんやと思うんですね。それから最後に日本の場合はハンコに印相学っていうもう学問になってるんですよ。だから実印ってね、作る時にこう例えば池田っていう名前があってね、周り丸ですやん、ほんなら池田っていう名前と周りをこうひっつけるでしょ、実印って。あれっていわゆるね、印相学っていうんですね。でね、どういうことかっていうと、この周りのね、この円がね、天宇宙なんですね。でその中に池田っていうのがこう浮かんでたら繋がってないでしょ。でそこの宇宙を8つに分けてるんですって。これね、成功運と、それから愛情運と交友運と財産運と住居住まい運と家族運と希望運と才能運っていう8つの世界があるんですよ、天に。
でそれぞれに自分の池田っていうのをつなげていくんです。だからあんな形になるんですよ、実印で。ほんでたくさんつなげりゃ一文じゃなくってそこにだからその学問っていうのがありまして、陰陽師の陰陽道っていうんですか、陰陽安倍の生命の10代後の安倍の勇壮っていう方が考え出したそうなんですけども、で自分の名前と生年月日とそれによって自分の運勢ってある程度決まってるんですね。で強い運勢は補強するし、弱い運勢はそこをそれこそこう強くしてやるっていうので何本しつけたらいいかっていうのが出てくるんですね。だから日本ではそれこそメソポタミア文明から入ってきたんですけども、単に形式的にかっこいいとか箔がつくとかそんなレベルじゃなくって、それこそ命がけの意味を合わせる、あるいは自分の運勢を開けるっていう風に発展したんですよ。だからやめられへんやと思うんですよ、日本っていうのは。それともう一つはやっぱりやっぱ文字の書けない人もありますよね。そういう人でもハンコがあるとっていうのはあると思うんですけども、で江戸時代にね、それこそ離縁状って見下り版を突きつけるってやつでしょ。あれは江戸時代にこう字の書けない人は3本線を書くとこれ離縁っていう意味なんですって。でそれに爪をこう爪印をしてたんです。そしたら3本半になるでしょ。で見下り版っていうんです。まあこんなんもありまして、いまだにハンコ文化が日本に残ってるんやと思います。これちょっと正直ね、書いてる文献本当になくってかなり調べたんですけども、結構私好きなこと喋ってますこんな感じです。面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。和装館の創業以来、定期的に和の話と元気になる話をセットにした無料の講演会や6階で着られる着付け教室、無料の着物お手入れ相談会、さらに毎月着物でのお出かけイベントを開催しています。ご興味のある方は概要欄のリンクからご確認できますので、そちらにもご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。